さんこんにちは。トコママ情報局です。今日は長野県の霧ヶ峰というところにやってきました。ここからですね、今日は霧ヶ峰の最高峰であります車山という山に登ります。その山頂にはですね、車山神社という神社が鎮座しておりまして、天空の神社と言われているんですよね。ただ山を登ると言いましてもですね、今ここは車山肩というところにいるんですけれども、もうすでに標高を、1700メートルを超えているところですので、山頂までの道のりも全然ハードじゃなくって、お手軽登山、楽しいハイキングもできるというようなコースになっているようなんですよね。ですので、登山をのんびりと楽しみながら山頂の神社にお参りをして、そして最後には美味しいグルメも待っているという、もう私の好きがいっぱい詰まった一日になりそうです。それでは今からその車山の山頂に向けて出発します。朝8時前に到着しましたけれども、車山肩の駐車場はほぼ満車ですね。この車山の肩にはレストハウス、あとバイオトイレもあります。自然に優しいバイオトイレ、チップ製になっていますのでちゃんと払って使用しましょう。ルートはですね、この車山肩から、こうやって登ってきまして、で山頂で降りるのはこっち側からぐるーっとこの車山湿原っていうのを通って降りていきたいと思います。車山高原は長野県八ヶ岳中心高原国定公園の中にあり、霧ヶ峰、長長見山、白樺湖によって囲まれた火山高原で、標高1925メートルのこの車山を主峰としています。今日はちょっと今のところ上空は雲に覆われてるんですよね。天気予報では午前中が晴れる予報だったので、もうとにかく早めに来ようと思って、来ました。雨とかはね降ってないんですけれども、どうだろう、山頂に着く頃にはこの雲が切れてくれたらいいんですけど、ちょっとねあの辺り晴れ間も出てきてますから期待したいですね。この霧ヶ峰はですね、7月には日光キスゲというオレンジ色の花がもう辺り一面咲きまして、もう本当に素敵なお花畑を楽しめるところでして、実はね、7月に私も家族でその日光キスゲのお花畑見に来ました。もうね初めてだったんですけれども、すごい綺麗でした。上から見ると日光キスゲのオレンジ色がその辺り一帯だけもう絨毯のように染まっていて、で、すごくピーク時だったので花も綺麗だったですけれども、人もものすごく多くて、もう大にぎわいだったんですね。それからですね、その時に車山の方も登りまして、山頂からの景色も素晴らしかったので、これはねちょっともう一度ちゃんと登ってみたいなと思って今日やってきました。もちろんね今もう8月の下旬ですので日光キスゲは咲いていないんですけれども、緑の草原が広がっていてとってもね気持ちいいです。それでは7月日光キスゲ満開の時の映像をご覧ください。霧ヶ峰を代表する花日光キスゲ、標高1000メートル以上の高山地帯に生える多年草です。車山一帯では7月頃山の斜面に咲き乱れる光景を見ることができます。
今年は特に当たり年だったようで、一面オレンジ色のお花畑を楽しむことができました。車山方二甲木菅の時期はあの駐車場を待つ車の列でこれも大渋滞してました。今日はね、車はね結構止まってるんですけれども、やっぱりあの時に比べると人も少なくて、なんか静かにのんびりと楽しめそうな感じです。すごく涼しいですね。何度ぐらいだろう、20度ちょっとぐらいなんじゃないかな。今日はね半袖にアームカバーをして、日焼け対策の方を万全にしてきましたけれども、いやもうとにかく東京がね連日猛暑で、もうその暑さから逃れて信州にやってきたという感じですので、この涼しさが嬉しい、気持ちいい。結構大きな岩がもうゴロゴロとありますね。あそこにもガスがねだんだん薄くなっていって、上空は青空が見えています。ちょっとねこちらの方はまだガスっているんですけれども、どうだろう、山頂でね晴れてくれればいいんですけど。見てください、晴れてきました。わあ、日が当たってる、綺麗。でも行く先はまだ白い雲の中、山頂も見えないですね。でもほら、もう上は青空がすぐそこまで出てきてるので、晴れてくれるんじゃないかな。あ、見えた見えた。あ、ほら車山山頂のあの白い球体、もうあそこが山頂になります。あの球体はですね気象観測レーダーですね。やったやった、見えた見えた。到着しました。気象レーダーすごい存在感ある。おっとっとっと、今時刻が8時41分。8時に登り始めて、あれ結構40分ぐらいかかっちゃった。30分ぐらいかなと思ったんですけど、はい、はい、到着しました。三角点にタッチ。この車山の山頂、すごい素敵なねテラスがあるんですよ。これはね、なんか最近作られたんじゃないかなっていう感じの新しめのテラスですね。いやー、これは最高贅沢。アイゼンは禁止です。ワンちゃんが結構いますね。そしてこ
ここがちょっと足のすくむベランダになってます。すごいすごい。じゃあこの眺めです。わーすごい。前回来た時はですね、ものすごくもう本当に雲も全然なくって、もうアルプス、そしてね富士山もすごく綺麗に見えたんですけど、今日どうでしょうね。ちょっと晴れ待ちをしたいと思います。でもね、今日は風がない、穏やかな山頂ですね。ここはまさに天空の特等席です。さて今日の一番のお目当てはこちら車山神社になります。鳥居が立ってますね。よいしょ。この車山神社の鳥居の向こうにですね、晴れていれば富士山が見えるんですよね。こう鳥居越しの富士山っていう景色が見えるはずなんですけれども、今日はちょっとガスっちゃってますね。なんとかちょっと晴れるのを待とうかなと思いますけども、晴れない時のためにですね、前回こちらの方で鳥居越しの富士山撮ってありますので、晴れている時の様子をご覧ください。失礼します。ではお参りしたいと思います。この車山神社がですね、ちゃんとですね、このように、4本の柱、御柱が立っているんですよ。すごい。はい、こちら車山神社のご祭神は大山積の神と竹見中田の神。竹見中田の神ということは諏訪大社のご祭神と同じということになりまして、で諏訪大社にもですね4本の御柱がありますよね。で諏訪大社の場合はですね、その御柱は山から引き下ろすんですけれども、こちらの車山神社の方はこの1925メートルのこの山頂まで御柱を引き上げるというとっても珍しい御柱祭りがあるそうなんです。すごいですね。この御柱をこの山のてっぺんまで引き上げてくるっていうのはすごい迫力がありそうですね。車山神社の起源は不明とされていますが、この周辺では祭祀に使う宝具や呪具が出土しており、縄文時代から日本中の山々を擁拝する場所であったと考えられています。またこの地には天狗伝説があり、天狗が山で迷った人々を導きの火を灯して目的地まで導いたと言われています。標高1925メートルの車山山頂という神秘的な高地にあることから、天空のイヤロ七として親しまれています。ちゃんと絵馬掛けもありますね。このブルーが多分これ晴れている時のね、車山の上空の青空に重なるような、そんなブルーなんでしょうね。はい、天空のお社車山神社お参りすることができました。でもね、ちょっと辺りは晴れるどころかどんどんガスが濃くなってきちゃってますね。今日の予報では
あんまりこの後お天気の回復は見込めそうにないので、特に午後はね雷雨っていう予報も出ているので、早めにちょっと山は降りまして、ちょっとね美味しいものでも食べられたらなと思います。いやでもね涼しくて、日が照ってないのが逆に功を奏したというか、すごく気持ちよく涼しく過ごすことができました。にぎわってますね。やっぱりね人気の山なんですね。日本百名山ということですから、こんなにお手軽に登れる日本百名山、リフトでもね一気に上がってこれますので、いやいいですね。何回でも来たい。上りとは別のルートで下ります。こちらのリフトに乗ればスカイパークから一気に山頂まで上がってこれます。ほら白川郷、本当に何か高原地帯っていう感じですね。いやー、この広々とした広大な草原もいいですね。なんか何本もね、シルバーの棒が立っているんですよ。この道沿いにずっとこんな感じで、これ何かなと思ってたんですけども、ここね車山って冬スキー場ですもんね。ここ一帯ゲレンデって考えると、これ多分ナイターの照明なのかなって思います。車山のスキー場は私も1回ね滑りに来たことがあるんですよ、学生時代に。いやー、真っ白なゲレンデ、冬の景色からねこの緑の景色は想像つかないですね。夏はこんな感じになってるんだ。夏も冬もいいですね、車山。はい、車山のっこしまで来ました。ここも分岐になってますね。あっちに行くと伝承山、南の耳で、こっちが八島湿原、あと長々美山ですね。ここからは木道になっています。湿原の中を通っていくので、湿原を傷めないようにですね、こうやって木道敷かれてますね。いやー、木道大好き。この木道はやっぱり気分が上がりますね。ハイキング感がもう最高に味わえます。いやー、気持ちいい。景色も最高ですよ。見てください。いやー、ちょっと今晴れてきて暑い。山頂のねレーダーも見えてます。それからねゴールの車山肩のレストハウスも見えてますね。いやー、いい道です。はい、車山の肩帰ってきました。こっちはコロボックルヒュッテの裏側なんですね。なるほどなるほど。このコロボックルヒュッテに今からお昼ご飯を食べに行きたいんですけど、すごい行列が見えちゃった。やばいな、多分1時間以上。うおー、この列です。やっぱりか。すごい。車山肩にある伝説の山小屋コロボックルヒュッテ。
漫画ゆるキャンの聖地にもなっていて超人気なのですが、その魅力は何といってもテラス席からの眺め。霧ヶ峰の山々が目の前に広がり、雄大な景色を眺めながら美味しいコーヒーと食事が楽しめます。名物がボルシチとサイフォンコーヒー、素敵ですよね。私はパンとドリンクのセットにしました。ボルシチとはお肉と野菜をトマトスープで煮込んだロシア料理。絵になるセットですよね。それではいただきます。実はこのボルシチ、前回もいただいたんです。すごく美味しくて、もう一回食べたいと思ってやってきました。お肉も野菜もとろとろ。野菜の甘みとトマトスープの酸味とのバランスが絶妙。素材から染み出る自然な出汁の旨みもしっかり感じられます。この自家製パンもカリッと香ばしくて本当に美味しいんです。このパンとボルシチの組み合わせが最高。ボルシチにパンを浸して食べても美味しいです。このサイフォンコーヒーがまた雰囲気があって素敵ですよね。こんな山の上で絶景を眺めながらサイフォンで入れたコーヒーをいただけるなんて贅沢としか言いようがない。スイーツもチーズケーキやアップルパイなどいろいろあってどれも美味しそう。ケーキの一番人気チーズケーキをデザートにいただきました。素朴でクリーミーで濃厚でとっても美味しかったです。朝早くから営業しているのでモーニングで訪れる人も。厚切りトーストは数量限定で完売してしまうこともあります。トーストを目当ての方は早めの方がいいかもしれません。おとぎ話に出てきそうな山小屋コロボックルヒュッテ、行列必至ですが並ぶ価値ありです。車山方から車で10分ほど、こちらは車山スカイパーク。このリフトに乗ればさっきの山頂まで一気に登ることができます。リフト乗り場の前に立つこちらのスカイシティのインフォメーション窓口で車山神社の御朱印を授かることができます。山頂にあった絵馬もこちらで頒布されています。はい、ということで車山神社いかがでしたでしょうか。いやー、ちょっとね山頂は雲がかかっていて、見晴らしがすごくいいっていうわけではなかったんですけれどもね、以前撮った映像もお届けできましたし、どれだけの絶景かっていうことは分かっていただけたかと思います。そしてね、山頂に鎮座する車山神社もですね、非常にもう歴史も古い縄文から続く信仰の場ということで、非常にね神聖な場なんですよね。そして鳥居越しの富士山というのもね、お天気良ければ望むこともできます。本当にね素晴らしい場所でした。でね、空気もね、風が吹くと涼しくてとっても気持ちよかったです。で、下山後のねコロボックルヒュッテでのボルシチもね1時間並びましたけれども、やっぱり美味しかったですね。1時間以上並ぶ、価値がありという感じで、チーズケーキも追加してしまいましたけれども、もう今日は神社、登山、美味しいグルメと私の好きが全部詰まった本当にね楽しい一日を過ごすことができました。お伝えした内容は時期によって異なる場合がございます。最新の情報はホームページなどでご確認くださいね。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いいたします。